多分維新は自民と組むだろうね。僕政策を通してくれるんだったら社会保障の料金安くなるよねっていうのもいいし、女性初の総理大臣っていうのはやっぱり僕作るべきなんじゃないかなというふうに思うんですけど、河村さんも河村さんでやっぱりね、器用応変問題のある人なんですよ。どっちが悪いとかっていうより多分ね、両方悪いんですよ。ただどっちかは完全に正しくてどっちかだけ完全に悪いっていう話はないんじゃないかなと思います。名誉毀損にならない条件として免責事項的なのがあって、公益目的の場合であれば名誉毀損に当たる状況でも発言してもよいということになってます。はい、日本ではガラスの天井というものがありますっていうので結構言われていて、女性がやっぱり総理大臣になれないよねとか、女性が取締役になれないよねとかっていう話があるんですけど、高市さんが勝ちそうだよねっていう時に、東大で割とそのフェミニストの中では結構知名度のある上野千鶴子さんっていう人が、高市さんが総理大臣になるのを歓迎しませんみたいなことを言っちゃうみたいなのがあって、これが要するに、じゃあなぜ女性というカテゴリーの人が投票でトップになれないかというのが明確に分かりやすい状況だなと思っていて、まず有権者の男女比率でいくと女性の方が多いです。女性が女性に投票する、男性が男性に投票する、これをやる限り必ず女性がトップになります。日本の有権者の場合、男性女性だとややこしい話になるので、白人黒人だとしましょうと。白人は白人に投票します。白人大統領がいいよね、白人投票します。黒人は白人の大統領にも投票するし、黒人の大統領候補にも投票します。ちょうど白人と黒人半々だったとしましょう。白人黒人っていうのもね、今本当は言っちゃいけなくて、アフリカ系アメリカ人とかコーカソイドとか言わなきゃいけないんだけども、置いといて、半数の白人は白人の大統領候補に投票します。黒人の人たちは黒人の候補にも投票するんだけど、白人の候補にも投票します。50人50人だとして、50人が白人の候補に投票する白人さん、これ50票で、黒人50人は10人が白人の大統領候補に投票しました。40人は黒人の大統領候補に投票しました。結果として60票を取るのは白人の大統領候補で、大統領は白人になります。はい、でも皆さんに質問です。白人の大統領を選んだのは誰ですか？正解は白人と黒人。じゃあ黒人の大統領が生まれなかった理由は何ですか？白人が1票も黒人に入れなかったからで、黒人が全員黒人大統領候補に入れればまだ半々だったのに、白人に投票した黒人の有権者がいたから黒人候補が大統領になりませんでした。じゃあ誰のせいで黒人大統領候補は大統領になれなかったんですか？それは黒人さんが黒人の大統領候補に投票しなかったせいですよねっていう話なんですよ。ここでね、結構ね、論点をずらしていく人がいるんですけど、黒人であるとか白人であるとか男性である女性であるとか属性で選ぶのは良くない、なので実力主義で選ぶべきであるっていう人も、それはそれで一つの考え方なんですよ。じゃあ実力主義で選ぶべきだよねと、白人の大統領候補に投票する黒人の有権者の人が増えたら、それはやっぱり黒人の大統領候補は大統領になれないですよね。結局どういう基準でもいいんですよ。白人という基準で選ぶ人もいれば、黒人という基準で選ぶ人もいる。能力主義で選ぶ人もいる。髪の毛多い方で選ぶ人もいる。可愛いとかイケメンで選ぶ人もいる。でもそこがじゃあなぜ受からなかったのかって言ったら、それは投票する人が少ないから受からなかったんですよっていう話なんですよ。投票自体が強制されてるとかは別なんですけど、投票しない理由に高市さんムカつくとか、高市さんの考え方が嫌い、じゃあそれは女性じゃなくて男性に投票したんですよね。女性を総理大臣にしないというのを選んで男性に投票したんですよねって話なので、基本的にはその女性がなぜトップに行かないかっていうと、それは女性が女性に投票しないからじゃんっていうガラスの天井って、僕結構前からこれを言ってたんですけど、誰が作ってるのかっていうと、自分たちでそこに投票しないんだからそうなるよねっていう話なんですけど、なぜかこれをね、男性のせいっていう人いるんですよ。いや違いますと。男性は男性で自分の好きな候補に投票してるんですよ。なので男性は男性でこう投票します。男性がいいよね、おっさんがいいよね、ハゲてるやついいよねみたいな。で女性も髪長い方がいいよね、女性がいいよねってやればいいのに、なぜか女性が男性に投票するせいで女性の候補者が受からないっていうところなんで、女性内でもうちょっと意見まとめた方がいいんじゃないですかっていうふうに僕は思うんですけど、ちなみに女性と男性の収入格差の問題っていうのが同じような文脈で言われることがあるんですけど、女性の労働者の収入の平均と男性の労働者の収入の平均を比べると、だいたいね100万円ぐらい差があるんですよっていう
話だけを聞くと、やっぱり女性の方が収入が低いんだっていう風に誤解するじゃないですか。これ実はね、性別が原因じゃないんですよ。パートとかではなく、キャリアを積んでいくというのを決めた女性、一般職と総合職っていうのがあるんですけど、大企業の場合、総合職で働いている男性と総合職で働いている女性を比較すると、給料一緒なんですよ。残業言われても残業やりますとか、転勤って言われても転勤しますっていう、言われた仕事何でもやりますっていう仕事をしている男女を比較すると、実は給料変わんないんですよ。調査によってはね、女性の方が給料高かったりするんですよ。っていうのがあって、実は職種というところで区切ると男女差はないんですよ。じゃあなんで女性の平均の給料が低いかっていうと、パートをしている人、アルバイトをしている人、非正規雇用を選ぶ女性が男性よりも多いんですよ。保育士っていう職業あるじゃないですか。保育士という職業で家庭を持って子供を育ててる人ってほとんどいないんですよね。結局保育士って給料安いんで、だいたい20代の女性が保育士というのを選ぼうっていうので、大学でそういう教職課程を受けて保育士になって3、4年とか5年ぐらいして給料安いから辞めてくんですよ。なのでそもそも保育士という仕事を選んだ時点で、自分で家庭を作ってパートナーを食わせて子供を育てるという収入のない仕事を選んでるんですよね。もちろん職業選択の自由なんで好きに選べばって話だと思うんですよ。ただその仕事を選んだ時点で家庭を作る収入は入らないよねっていうのが大学の入学の時に決まるんですよ。保育士課程受けて保育士の資格を持って全然違う仕事をしますとか、元保育士で YouTuber やってますとかであれば別ですよ。ただ大学入学の時点で保育士という仕事を狙った時点でもう稼ぐ気ない人なんですよ。あと美容師という仕事、昔僕代々木に住んでた時に美容師の専門学校があって、女の人ばっかりなんですよ。美容師も最近はちょっと給料上がったんですけど、昔は給料全然上がらないと。でやっぱりその30代40代で美容師で家族を育ててますっていう人って美容室のオーナーだけなんですよね。オーナーでパートナーもいて家族育ててますって人いるんですけど、美容師のワーカーで家族育ててる人ってほとんどいないんですよ。給料安いからねっていうのがあって、これも18歳の時に美容師の専門学校に行こうって決めた時点で決まってるんですよ。ごく一部オーナーになれる人いるんですけど、基本的にオーナーになるっていうのは営業力異常にあるとか、そもそもお金持ちであるとかないとなれなくて、普通に転々とされたら給料低いよね。なのでトリマーというペットの毛を切る仕事とか、美容師とか保育士みたいな給料上がんないよねっていう仕事を選ぶのって女性の場合の方が高いんですよ。別にそれ僕責めてるわけでもないし、これ現実の話ですよって話で、そういう仕事を選びました。給料低いです。そうですよね。これ別に問題じゃないんですよ。だって本人もそういう給料だって分かっててやってて、何年か働いて結婚して家庭に入って専業主婦だったりとかパートをしながら家庭を維持する方がいいよねと思って選んでるわけだから、なのでじゃあ共働きって言っても基本的には家庭はじゃあ女性側が保ちますってなると、それは男女の収入の差っていうのはそれは広がりますよねと。だってそれ選んでる職業が違うんだもん。家族を育てて子供を食わせる給料を稼げる仕事をしよう、大工って言ったらこれ男性ばっかりなんですよ。家族を食わせることができない仕事を選びます、これ女性ばっかり。男女で収入の平均比べたらそれは女性の方が低いですよね。でもこれって別に誰の問題でもないし、女性の選択肢の問題なんですよ。女性は保育士を選ぶべきではない、美容師を選ぶべきではないという社会の方が僕は良くないと思うんですよ。で本質的には男性が美容師にもっとなりたければなればいいし、保育士になりたければなればいいんですけど、やっぱりそれじゃ食えないよね、家族は育てられないよねっていうのをやっぱ周りから言われちゃうから、オーナー目指しますとかっていう人は男性でも一部いますよ。でも基本的にはその割合としてはそうなるよねって話で、男女の収入格差というのがなぜ起きたかっていうと、職業選択の自由の問題なんですよ。これ別にね、僕昭和の思考の話ではなくて、4年前ぐらいにね、ノーベル賞で経済学賞を取ったゴールドウィンさんっていう女性が証明したんですよね。男女格差と言われているものが男女の能力とか差別とかによって起きてるわけではなく、男性と女性の選んだ仕事の業務内容と給料によって変わるよねっていう至極当たり前の話に落ち着いてしまったと。ちなみにね、イスラム圏になるとね、大卒女性のね、理系に行く率とエンジニア率が異常に高くなるんですよね。イエメンの新卒エンジニアの確かね
6割とか女性じゃなかったかなっていう感じでね、イスラム圏になるとね、異常にね、エンジニア率高くなるんですよ。日本ってエンジニア率が 10% とかそれぐらいかなっていう感じなんですけど、じゃあなんでイスラム圏にエンジニアになる女性が多いのかっていうと、イスラム圏というのは基本的にはその男尊女卑の社会なので、実力で仕事ができる分野って少ないんですよ。ただ、エンジニアリングに関しては実力で仕事ができるので、男尊女卑の社会で自分の実力で給料を稼ぎたいってなると、理系に行ってエンジニアになるという道を選ぶんですよ。なので男女の収入の差っていうのでいくと、エンジニアの仕事に行った女性というのと男性の収入は一緒になるんですよ。他の仕事に行くと男女差めっさつくんですよ。っていうのがあって、男女差のない社会ってどんな社会っていうと、イスラムみたいな女性が自由に仕事を選ぶことができない社会になっちゃうんですよね。美容師でも保育士でも好きな仕事を選んでいいよって言ってる自由な仕事を選べる日本の方がよっぽどいいんじゃねえのと思うんですけど、これをじゃあ同じ金額にしようってすると、残念ながら好きなことを仕事にするという人数を減らしていくということになっちゃうんですよね。なので介護の人とかも減るんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。